どうも、モブです。今回は、ミンニの性能解説の動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、キャラの特徴についてだよ。ミンニは、必殺技から始まり、必殺技で終わる特徴的なハンターで、特定の効果の累積解除回数によって、必殺技が変化するよ。また、5回解除時の満開オブリビアを使用するためには、ミンニを5凸する必要があるため、5凸未満の人は開花バージョンしか使えないよ。次に通常スキルについてだよ。まずスキル1はボス及び精鋭モンスターに対して与えるダメージが増加する効果があるよ。そのためボスしか出てこないようなステージではスキル1のみ連発する形になるよ。また3凸未満の場合は構え中に反撃が成功しないとクリティカル率が増加しないため長押しでスキルを使用する必要があるよ。逆に3凸以上の人は長押しせずにどんどんスキルを使おう。次にスキル2についてだよ。スキル2には通常モンスターに与えるダメージが増加する効果があるよ。そのため基本的には通常スキル2を使う機会が少ないのでスキル1のスキルレベル上げを優先しよう。またクリティカルダメージ増加の効果は敵を倒さないと発動しないためスキルを使用するタイミングが重要になるね。次は特性についてだよ。まず第2弾のコラボキャラの共通の特徴として封鎖任務やインスタンスダンジョンで特定の効果が発動するよ。これは与えるダメージが増加するものだけど1対編成の場合はほんのわずかなバフになるためこの効果を体感しづらい可能性はあるね。次はコア攻撃を使用すると必殺技のクールタイムの短縮やパワーゲージチャージの効果が発動するよ。またコア攻撃が命中することで敵にミンニから受ける闇属性ダメージ増加の効果を適用することもできるよ。おそらくこのデバフ効果はシュフアと同じで属性ダメージ増加のバフ要素として計算されるよ。次は必殺技を使用することで2つの効果を発動できるよ。まず視聴効果はコア攻撃を有効にしコア攻撃や通常スキルが命中すると追加ダメージが発生するものになるよ。次に落下効果はコア攻撃や通常攻撃を使用すると解除され通常スキルのクールタイムをリセットしてくれるよ。そのため基本的には必殺技コア攻撃通常スキルを複数回使用する流れが出来上がるよ。次は一凸進化についてだよ。ミンニは一凸することで初動から必殺技を使用することができるようになるよ。また落下効果が解除されるたびに防御力とクリティカルダメージが 10% ずつ増加するよ。そのため初動からパワーゲージを貯める時間をなくすことができバフ効果を重複させながら強力なダメージを与えることができるね。次は3凸進化についてだよ。ミンニは3凸にすることで彼岸花効果が強化されるよ。また通常スキル1の反撃の成功の有無にかかわらずクリティカル率増加の効果が発動するようになるよ。そのためクリティカル率増加が必ず発動するようになりスキルを長押しする必要がなくなるのでかなり使いやすいキャラクターになるよ。無課金や最近始めたプレイヤーの人は最低でも3凸を目指そう。
次は五突進化についてだよ。ミンには五突にすることで必殺技を使用した後に獲得できる落下効果をより多く獲得することができるよ。また花言葉効果も強化され、一突の時より強力なダメージを与えることができるよ。さらに落下効果の累積解除回数も増え、強力な方の必殺技の使用も可能になるよ。このようにミンには五突進化でアタッカーとしてさらに成長するため、できるだけ五突以上を目指そう。次は専用武器についてだよ。ミンニの専用武器は防御力、クリティカル率、クリティカルダメージを増加する効果になるよ。またミンニのスキル1、専用武器をはじめイスラのバフ効果でクリティカル率を大きく確保できるため、ミンニのステータスではクリティカル率はほとんど盛る必要がないよ。次はスキル使用順についてだよ。ミンニは必殺技、コア攻撃、通常スキル、必殺技の流れが基本になるよ。また2周目にはすぐに必殺技を使用するためにコア攻撃を先に使用する必要があり、そのためにもスキル1を使用してコア攻撃を温存した状態で他のハンターに交代しよう。次はアーティファクトについてだよ。ミンにはチームファイトモードでは混沌の烙印一択になるよ。しかし通常のコンテンツではほぼ差がないような結果が得られたため、厳選具合や戦闘時間、次元進化で最適なアーティファクトが変動する形になるよ。またミンには魔力の消費が激しいため、黒曜石アーティファクトを使用する場合には魔力消費量減少を盛るかスキルの使用回数を調整する必要があるね。次は育成シートについてだよ。まずミンには防御力3勝であるため、防御力を優先して盛るようにしよう。またクリティカル率がほぼいらないため、その他のステータスに当てよう。また魔力の消費が激しいため、ウォッチャーの牙などの魔力消費量減少を盛る必要があるよ。最後に試練の戦場で実際に戦っていくよ。
今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。